저는 이제 다시 공부를 했죠. はい 근데 이상한 문자가 하나 왔어요. 갑자기 훅 들어오는 거예요. 카톡으로 카나코였어요. 근데 여기서는 반전이 있습니다. 이거 진짜 반전 뭐야? 얘기해줘. でその時の記憶、うん話したいことがあるんですけど 안녕하세요, 마르카플입니다. 오늘은 여러분들이 궁금해하실 만한 이야기를 한번 해보도록 하겠는데요. 저희가 어떻게 만나고 사귀게 됐는지에 대한 이야기입니다. 입니다. 네, 그럼 바로 시작해볼게요. 저희는 일단 2015년 겨울에 연락을 처음으로 하게 됐습니다. 미프라는 어플을 통해서 하게 됐는데요. 그때 당시에 저는 이제 2015년 5월에 그 군대를 전역을 하고 좀 그런 여자를 만나고 싶은 마음도 있었고, 그리고 저는 또 외국어라는 건 되게 좋아해서 미프를 시작하게 됐는데요. 카나코는 어땠어? 私は韓流ドラマが好きだったんですよ。でアルバイトする時こう準備しながら韓流ドラマ流してたんですけど、何言ってるかわかんないんですよ、字幕見ないと。 그렇지. そうそれでこれ字幕なしで見れたら面白そうだなって思ったのがきっかけで韓国語勉強を始めました。一人でまず読み書きとかは勉強してたんですけど、韓国語の単語、例えば항상 언제나 그거 매일 맨날これの違いとかがわからない。 차갑다, 차다, 찬물, 거의 차다, 차갑다 이런 거こういうのもわからなくて、こういうの直接韓国人に聞きたいと思ったんですね。で最初は新大久保とかに行こうかなと思ったんですけど、そうじゃなくて現地にいる韓国人に直接聞いてみたいなと思ってアプリ探してたら、友達におすすめされたのかちょっとその記憶にないんですけど、ミーフだと現地にいる韓国人とも出会えるっていうのを知ってミーフをダウンロードしました。これがきっかけです。はい。 광고는 아닌데요. 미프가 그 언어 설정하고 그리고 거리 설정 같은 걸 할 수 있어서 만약에 거리를 좁히면 우리나라에 살고 있는 그런 외국인을 찾을 수도 있고, 거리 같은 거 조절 안 하면 그냥 진짜 외국에 있는 사람, 거기다가 플러스 만약에 한국어를 넣으면 한국어나 한국 문화 뭐 이런 거에 관심 있는 사람이랑 얘기할 수 있으니까 그게 좀 약간 말하기 쉽고 편하더라고요. 그래서 よかったです。それはなんか出会い系のアプリっていうよりかは本当に言語交換できそうなアプリだったので、やってみようと思いました。はい。 네. 이렇게 서로 다른 동기를 가지고 있었지만 미프를 통해서 이렇게 만나게 됐는데요. 그때 당시에 제가 사진을 봤는데 되게 귀여운 여자의 두 명이 디즈니랜드를 배경으로 해서 그런 사진이 있었더라고요. 그 중에 한 명이 그게 얼굴은 자세히는 안 보였는데 약간 제 스타일의 귀여운 여자애가 있었어요. 지금 연락하고 있는 애가 그 귀여운 여자애이기를 바라면서 좀 이렇게 연락을 하다가 어플에서 얘기하기보다는 라인이나 카톡으로 하는 게 좋겠다라고 생각을 해서 아이들을 따서 이렇게 연락을 하게 됐어요. 오빠가 메시지 했을 때 자기는 왜 받아줬어? 자기 이쁘고 귀엽고 그러니까 되게 남자들한테 메시지 많이 왔을 것 같은데. でも多分おそらく私ミーフやってた時に出会い目的でやってなかったので、あんまり自分の写真載せてなかったと思うんですよ。 자세히는 안 나왔었어. まあでもやっぱり日本語母国語って設定してたので、日本語勉強したいっていう方からも連絡来たんですが、おっぱは英語と韓国語の設定だったんですけど、それでも連絡が来たのでなぜかピンってきました。出会い目的じゃないのかなっていうふうに思ったんですね。 아니 대화의 목적이 되죠. 아니 일부러 관심도 없는데 만나고 싶어서 한 거지. そう日本語設定ないのにこの人なんで送ってくるんだろうっていうのは不思議に思ったのもありました。優しそうな人だなって思いました。 그렇게 해서 이제 연락을 계속 하다가 때가 왔죠. 카나코가 한국에 온다는 거예요. 2월 겨울이었거든요. 私は韓国語勉強するって決めたのに韓国に1回も行ったことがなかったんですね。
で友達と予定立てて韓国旅行行くってなると1ヶ月先とか2ヶ月先とかになっちゃうから、もう一人で行こうと思って1週間後の飛行機と旅館じゃないやホテル取って行きました、もう予定が決まってからオッパに韓国行くんだよっていう話をして、そしたらオッパが「아오!" 그때가 제가 오목교에서 메가박스에서 이 영화관에서 알바를 하고 있었는데 저희가 만난 게 새벽 2시였어요. 제가 왜냐면은 그 일이 마감주여서 2시 정도에 끝났거든요. 그래서 2시 정도에 끝날 것 같은데 오목교 와줄 수 있냐 물어보니까 와준대요. 그래서 저는 일 끝나고 이제 오목교로 가서 첫 만남이 이루어졌죠. 夜中しかないって言われて、でもとりあえずそれまでも2ヶ月間ぐらいずっと連絡くれてて、すごいまめに連絡もしてくれてたから、3日会ってみたいし、夜中だけどいっかと思って行きました。 그래서 나도 그 좀 약간 놀란 게 근데 연락을 잘 하긴 했는데 외국에 남자를 여자 혼자가 가서 만나는 거는 쉽지 않았던 일이라고 생각하는데 噂で韓国人の男の人は優しいっていうのを聞いてたので、オッパもすごい連絡いっぱいしてたから、すごい優しい人なんだろうなと思って行きました。変な人だなと思ってたら多分韓国行くなんか言ってないです。 어쨌든 그렇게 만나서 갈 데가 없잖아요. 뭐 술집밖에 갈 데가 없잖아요. 근데 오목규가 또 그렇게 또 막 엄청 밤문화가 이렇게 발달된 그런 데가 아니고 그래서 그냥 거기에 있는 조그만한 술집에 가서 매운 걸 먹었던 걸로 기억하는데 저 떡볶이 먹었던 걸로 기억하거든요. 저는 무슨 私はおでん食べた記憶があります。辛いおでん。 난 치즈 떡볶이 먹었던 것 같은데. すごい大皿の 맞아 엄청 큰 そうそうそう 거였어. そうで大きいお皿の私は日本のおでんを想像したんですよ。 아 そうそしたら全然違う真っ赤っかのおでんが出てきておでんみたいなこれおでんなのってなった記憶があるのでおでんです。 오케이. は 그때 い 과일 소주 먹었지. 그때 아마 사다네. 자몽 소주인가? そう焼酎飲んでおっぱにお酒の遊び方 教えてもらいました。瓶の蓋でカチンカチン 서로 말도 안 통하는데. 何言ってるか分かんないから 아 서로 말이 안 통하니까 그런 걸 했을 거야 아마. 確かにそうだと思う。 번역기로 일단 뭐 이렇게 얘기하고 그렇다고 카나코가 또 영어가 할 수 있는 것도 아니어서. 맞아요. 그래서 재밌었어. 근데 좀 약간 그냥 헤어지기는 아쉽잖아요. 그 바로 위층에 또 노래방이 있더라고요. そう 그래서 노래방으로 가자고 했죠. そうです。日本の方はちょっと分かる方もいらっしゃるかと思うんですけど、夜中にカラオケ行こうってちょっとやましい、日本のカラオケって本当に密室なんですよ。窓がなかったりドアが曇りガラスだったりで真っ暗にもできるし、ちょっと危なくはないけど、カラオケ行こうって言われた時にみんな危険を感じました。この人何するのって思いました。いい人だろういい人だろうって信じていきました。結局カラオケ入ったらもう全然明るいし全然安全だったって思いました。 거기서 딱히 그런 이상한 건 없었어요. 근데 이제 좀 옆에 이렇게 살짝 붙어서 약간 스킨십은 했죠. 막 이렇게까지는 안 했어. 楽しかったです。 이제 헤어질 때가 돼서 그냥 보내기는 좀 아쉽잖아요. 그래서 그 편의점에 들어와서 좀 한국에서 뭐 맛있거나 유명한 과자 같은 거나 뭐 이런 디저트 같은 거 사가지고 택시 잡아가지고 보냈죠. はい、もう本当にもう端からいろいろ選んでくれて袋いっぱいに買ってもらった記憶があります。一人で帰れる？でもさすがに来られたら怖いっていうのもあったし、帰れますって言ってホテル着いたら連絡してねとかってめっちゃ言ってくれた記憶はあります。 그렇게 해서 첫 만남이 끝나고 그리고 계속 또 연락을 지속했어요. 그때부터는 막 전화도 하고 그 막 페이스톡도 하고 좀 더 가까워졌죠. 한번 그래도 만났으니까. 그리고 나서 두 번째 또 카나코가 한국에 왔어요. はい、友達と1週間韓国旅行に 일주일 나왔었어? 3月末に行きました。
友達と共通の韓国人の女の子の友達もそのミーフで知り合った方がいて、3人で遊ぼうって言って行きました。 두 번째 만났을 때도 오목교에서 만났어요. はい、地名教えてもらいました。 음. 地名教えてもらってそこで一緒に飲んでたんですけど、 음. おっぱがいきなり言うんですよ、私に。 아니, 너무 내 입으로 말하기 너무 부끄러운데. 何を言いました？ 어? 여러분들 그 말 있잖아요. 4살 차이면 궁합도 안 본다. 이런 말이 있는데 이 말을 했어요. はい、 왜 그랬겠어? 너한테 마음이 있었으니까 그런 말 했겠지. 응? 別に告白されてるわけでもないのに、 何を考えてるんだろうってずっと思って、で日本に帰ってからもずっと連絡が来るし、そう言って言われるし、でもなんでその告白はされないし、何を考えてるんだろう。気になってた。めちゃめちゃ連絡も来たんですよ。夜中に電話できるとか言って韓国がそんなに連絡豆っていうのを知らなかったので、なんでこんな写真付きで常に連絡が来るんですよ。彼女なのかなみたいなぐらい錯覚しました。でも韓国語も教えてくれるし魅力的だったよ。なんかすごい気になりました。 카나코가 다이어리 같은 게 있었는데 그걸 어떻게 하다가 제가 봤어요. 네. 한국에 왔을 때 저만 만난 게 아니고 다른 남자애도 만났거든요. 그때는 사귀고 있을 때가 아니니까 뭐 상관없는데 그 남자애 만나는 날에는 하트가 그려져 있고 저랑 만나는 날에는 하트가 없는 거예요. ただ多分スケジュール帳のその枠にスペースがあったからハートつけてただけ。その男の人のダイアリーのハートの部分をオッパが隣で消してるから、何考えてるんだろうって思った。あ、なんか思ってくれてるのかなって思えば特に好きとか言ってこないんですよ。悪い男。悪い男。 아니야. 그때 카나코를 되게 좋아하는 마음이 있었어, 여자로서. 있었는데 전 여자친구가 영국인 여자친구였는데 장거리 연애를 했어요. 근데 그게 좀 되게 힘들고 해서 어쨌든 헤어지게 됐는데 그것 때문에 카나코한테 딱 사귀자 이런 말 못했어. なるほどね。 좋아는 했는데 홍대 입구역 그 개찰구 앞에서 이렇게 한번 안고 그런 생각도 했던 것 같아. 아 지금 보내면 약간 마지막이다 약간. そうなの？ 모르겠어. なんか最後だと思って抱きしめたの？ 카모시르네. 그러고 나서 이제 딱 보냈어요. 그럼 일본 조심히 가 이러고. バイバイ。 근데 못 돌아왔지. そうなんです。帰る前日に友達と今日は最終日だ、せっかくだし日本帰っていっぱい寝ればいいから今日はオールしようみたいな話をして起きてたんですよ。でも寝ちゃったんですね。次の日朝起きたらもう時間やばいんですよ。やばい。 몇 시였어? 覚えてない。もう何も準備せずに2人でホテル飛び出して急いで行ったんですよ。20分前ぐらいに空港に着いて荷物預けるカウンターに行ったら預けるの時間過ぎました。ダメです。人だけだったら入れるけどみたいな。それで友達と乗れないんだったらもう荷物捨てて帰るみたいなぐらいまで話したんですけど、その時に韓国人のオンニーがいて私の家で泊まっていいよって言ってくれて、いろいろ分かんなかったからすごい助かって、なので1泊延長になりました。 아 그러면 오늘도 보자 이랬거든요. 보자고 했는데 はい。 뭐였지? オンニーの家がソウルじゃなかったんですよ。友達とオンニーと私で3人で今日は遊ぶから今日ちょっとソウルには行けないし会えないなっていう話をしました。 원래 숙소가 홍대여서 그리고 제가 홍대생이거든요. 그때 제가 시험 기간이었는데 도서관에서 공부를 하고 있었어요. 근데 이제 그 얘기를 듣고 홍대면 만날 수 있지 않냐 물어봤더니 자기는 서울이 아니라고. 그래서 그러면 안 되겠다. 그러면 다음에 보고 조심히 잘 돌아가라 이렇게 하고 저는 이제 다시 공부를 했죠. はい。 근데 이상한 문자가 하나 왔어요. 갑자기 훅 들어오는 거예요. 카톡으로 카나코였어요. 오빠 나 어떻게 생각해?
공부하고 있는데 갑자기 오빠 나 어떻게 생각해? 이렇게 딱 오는 거예요. 그래가지고 이거 뭐지? 근데 여기에서는 반전이 있습니다. 반전이 뭐야? 이거 진짜 반전 뭐야? 얘기해줘. 話します。 음. 実は私のことをどう思ってるって聞いたのは私じゃないんですね。 마지네. その時にオンニーの家に私と日本人の友達と3人でいたんですけど、オンニーに相談してこの人何考えてるんだろうっていう話もしてたんですね。そしたらオンニーに私のことどう思ってるってカカオしてみたらいいよって言われたんですね。で日本人目線、私の付き合う前の人に私のことどう思ってるなんて言ったら本当にちょっと重たいって言ったらあれだけど、なんかそういうあんまり言えないタブーだったりする発言なんですね。だからオンニーに絶対言えない絶対言えないっていう話をして、そしたらオンニーが私の携帯を取って撃つんですよ。ピピピピピって。それを見て焦ってダメみたいな。でもう家の中で追いかけっこしてるうちにオンニーが送信してくれました。 다른 사람이 보냈을 거라는 상상도 못하죠 이거는. 당연히 카나코가 이제 일본 돌아가기 전에 나한테 한번 용기 내서 용기 내서 물어봤구나라고 생각했죠. ごめん、現実が受け入れられなくて私も送っちゃったっていうことに大変なことをしてしまったって感じだったのね。だからもう Wi-Fi がつながらないところに出て、もうとにかく送信の取り消しをしたかったんですよ。でもできないっていうのを分かって、とりあえずすぐオンニーの部屋に戻ったらおっぱからすぐに連絡が来てて、読んだら私のこと好きだけど、遠距離恋愛ってなるとやっぱり大変だと思うし、다가갈 수 없다、더 이상 다가갈 수 없다って言われたのが私は覚えてて、 그 벽이 있었다는そう、 그 もう 장거리 연애라는 딱 그런 것 때문에 で私的にそれがもう名言に聞こえて、これ以上近づけないっていうのに歌詞がありそうなぐらいで、私はこの人好きって思ってくれてるんだっていうのですごい嬉しかったんですよ。おっぱが私のことを好きって言ってくれてるじゃない、言ってくれてるのに遠距離っていう壁のせいで近づけないっていうのはすごいなんかもったいない、なんかちょっと悲しい気持ちになったんですね。そうだね、好きっていうワードがあったからこそ私もおっぱのことが好きって書きました。でもダメなんですねみたいな片言の韓国語で、わからない韓国語で、それは私が打ったんですけど、その後にちょっと私も考えて、じゃあ分かった、私も日本に帰って普通に日本人の男の人と付き合いますっていうのも、もうおっぱとはさよならってしたかったの、切りたかったっていうのもあるし、가게 賭け、 그건 싫은데 또 아 이건 그냥 보내면 안 되겠다, 좀 약간 그런 게 있어서 장거리 연애는 잘 할 수 있어? 그러니까 이렇게 보냈어요. 그러니까 이제 카나코가 서로 전략만 잘하면 잘할 수 있어 이렇게 하는 거예요. 그래서 저는 이제 시험 기간이었음에도 불구하고 바로 이제 부천역으로 버스 타고 갔죠. 1、2時間ぐらいかけて来てくれて、でまず公園行ったね。 서로의 감정을 확인하고 그리고 해서 사귀자 해가지고 사귀게 됐습니다. 私その時まさかこの人と付き合えると思わなかったんですよ。思わせぶりみたいなことしてたんですね、日本で言うと。 그게 뭐야? 思わせぶり、まあ理由があったからね、近づけなかったっていう理由があったっていうのを後から知ったので納得いったんですけど、知るまではもう本当にすごいアタックしてくるのに告白はそうしてこないから、キープだと思ってました。キープされてる。 어장관리. 어장관리? 어장관리. 물고기를 그 수조에다 넣어놓고 관리만 하는 거야. そう、もうまさにそれだと思ってて、悪い男だって正直思ってました、知るまでは、事情を知るまでは。はい。 그리고 나서 카페가 있어서 카페를 갔어요. でその時の
記憶、うん話したいことがあるんですけど、オッパと一緒にカフェに初めて行って、オッパに何飲みたいって聞かれたんですね。で私はココアが飲みたいって言ったんですよ。そしたらオッパもじゃあココアを2つってピンさ言ってて、感動しました。 그게 감동할 일이야? うんめっちゃ感動した。なんか私と同じもの飲むんだなと思って感動しました。 아, 지금부터 이제 둘이 공유한다 이런 느낌. そうそうそう、そういう甘いの好きじゃないじゃん。なのにその時ココア飲んでくれたんだなっていうのでまた2倍感動しました。あとはもう一つ感動したのが、カフェからドアでちょっと出て外にトイレがあったんですけど、お互いトイレ行きたくてカフェ出たんですね。でそのまま席に戻ろうと思ったんですよ。そしたらオッパがトイレの前で待ってるんですよ。待ってるんです。 완전 러브러브니까 もう 기다려주고 싶었지. びっくりしました。出たらいて、えみたいな、ドア開けてくれてカフェの中戻ってわーって思いました。もうそんなことされたことがなかったのでびっくりしました。韓国の男の人素晴らしいって思いました。 시간이 늦어서 저는 이제 돌아가야 되는데 どうしても 뽀뽀는 하고 또 가고 싶은 거야. 公園の中をずっと歩いてるんですよ。ずっとなんか同じ話をループするんです。同じ話もするし同じ場所も通るし、散歩って最初は思ったんですけど、あってで公園出てタクシー待ってたんですよ、道路で。そしたらオッパがその時すごい目を合わせてくるんです。アイコンタクト。 지금 안 하면 못한다 하고 그냥 했죠. はい。 운명적인 사건 두 가지가 이게 저희를 이렇게 うん 사귀게 만들어줬던 것 같은데, 첫 번째가 이제 카나코가 늦잠을 잔 거, うん 두 번째가 그 언니라는 분이 카나코 대신에 카톡을 저한테 보내준 거. はい。 이 운명적인 두 사건으로 인해서 저희가 이렇게 커플이 되었습니다. ここまでが私たちの 음. エピソードでした。 하이. いい人に会えたなって私は思います。うん